盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今日のテーマは今ね今日6月のもう30日なんですけどまだまだうち目切り残ってるんですが、その目切り作業をね遠路はるばる大阪からお手伝いに来ていただいた方がおられてて、その方にお手伝いともでもあるしちょっとこう目切りの不安なとこを僕が教えるみたいなそんな感じでギブアンドテイクみたいな感じで今日してるんですけども、それこそお隣にいらっしゃるのが大阪からねわざわざ来ていただいた河野さん。大阪在住の河野と言います。よろしくお願いします。はい、この方うちの今パトロン NFT ってやってるんですけども、そのパトロンにもなっていただいててありがとうございます。ありがとうございます。はい、で今ね黒松の寄せ植えを切ってもらってるんですけども、どうですかそうですね、まず芽を見つけるのがちょっと苦手やったんですけど、どれがあれか大きいのは分かるんですけどね、ちっちゃいのは分かりにくかったんですけど、この辺は分かりやすい。これなんかもそうですね、これもここですよね、ここで切るんですよね。そう、去年の葉っぱと今年の芽の境目よりちょっと上ぐらい去年の葉っぱの境目より下に行くとね芽が出なかったり、いびつな出方したりする可能性が、こういう大きいのはすごい分かりやすいんですけどね。ちなみに今僕小言言うとしたらね、抜けてますね。このゾーンから行くと3つぐらい切れてないのがそれですよね。遠目に見てもそれが分かる。この辺とかね、これね、ありますね。やっぱり抜けてんな。これをこうでこれ遠目にね見て分かるのは、今パッと全体見て新芽の葉っぱちょっと黄色っぽいんですよね。色が古い去年の葉はちょっと色が濃いんですよ。だから意外と遠目に見てここってこう色の違いで新芽を発見する。そういうやり方もあります。それはありですね。でこれの根元で、今年生えたとこを、から切る。で芽を見つけるっていうと新芽って結構真上にシュッと出てる場合が多いんですけど、去年の葉っぱって新芽が出てきたもんやからちょっと横に広がる感じなんで角度も変わってきたりするので、そういうとこでも見つけてるんですね。でこれ結構若いんで、でこの古葉が今長くいっぱいあるんですけど、これをもう散髪みたいな感じでねちょっと握ってバサッと切り揃えて、こういう感じでこれバサッとそんないっぺんには切れんかもしれない。ちょっとところどころぐらいで、そうでその時自分の手をね切らないようにあんまり際狙ったらちょいちょいね切るんですよ。大体怪我する左手なんですけど右でハサミやからこういう感じでね。で無理に握らんでもそのまま。それ多分新芽。これ新芽ですね。明らかに葉っぱの色が。そういう見つけ方やったら俺でもできそうやな。でこれちょっとここだけでも一回今の葉を切り揃えるのをやってみてください。これも葉っぱ切る時はね、ハサミがすごく研いでる状態か新品かでないとなかなかできないです。結構これ使い古してるハサミなんですけどちゃんと研いでるんで割と切れる方がよく切れる。おかつねさんのね僕がしょっちゅう使ってる押してはりますもんね。そろそろおかつねさんからお声かからんかなってこれも色ちゃう。そうです。これも新芽ですね。これですよ。こういうのが見つけられる。細かいところで本当にねちゃんと考えてやろう思ったら密集してるとこちょっとずつね新芽からじゃなくて元から取ったりも取ってしまうんです。これもそうですか。ぽいですね。色がちゃいます。これ色ちゃいますね。これ切ってなかったらこの子だけがピューッとねピューッと葉っぱ伸びるんです。後でね切られてない子が。そう今はなんとなくわからないですけどもうちょっとしたらなんかおるな。まだいきます。この辺なんかこのこれほんまや。これね。そうこれがわからへん。根元すぎたかな。
まあ元から行きましたね。あれダメなんですね。いやまあまあ若い木でこんだけ密集してたらね、代わりなんてもうなんぼでもいけるんで、はい、でちょっとまあこれほぼ完成なんで、こうやってね、これが完成です。カメラさん、はい、この辺が切り揃えるとまあまあ日当たりがね他にも良くなるんですよ。これ切らんでもええんですけど、切った方が案外ねうまくいく場合が多いですね。元気な子に限りですけど、だからこれがビフォーですよね、この辺がね。そういうことですね。はい。でこうやってすっきりすると。でこうすると横からまた芽がそういっぱい芽が出て、芽が出たタイプのちょっと取ってきますね。そうか。よいしょよいしょ。ちなみにこれがいつ頃かな、1ヶ月ぐらい前に切ったこんだけめちゃめちゃこの真ん中ら辺から色の薄いちょっと変わった形のこれ全部締めですね。はい、それこそどうだろう、こんなちっちゃいとこからでもしっかり出てる感じで、すごいな。これも芽もともと小さかったと思うんですけど切る新芽がねでもちゃんと出てるという、まあ、これ赤松なんで早めに切ってるんで今はまあこういう状態、はい、こういう風になったら合格です。はいはい。これは葉っぱ切ってないな。これもともとあんまり生い茂ってなかったんで葉っぱ切らず。ちなみにこれ芽切りされてからどれぐらい火経ってるんですかね。これ1ヶ月ぐらいです。1ヶ月でこんなんですか。でこの辺はあまりに弱かったんで切ってない。だからやっぱちょっと刃が長いですね。でも切ったら今度ちょっと枯れてたと思うんで、そういうのは切らないみたいな。その判断はいはいはい。この切らなかった芽の葉っぱは切らなくていいんですか。また冬ぐらいにこの辺のなんだろう古葉を取る作業と同時に、切り揃えて、見た目美しくするために切り揃えるぐらいなそんな感じでいけますね。はいはい、すごいな。まあジャッジやな。そう。ちょっとだけこの辺行ってみますか。この辺行きましょうか。この辺は分かりやすいな。この一塊だけ。大きいとこは。そうです。大きいとこは。はい。いいか。大きいとこは。河野さんね、もううちにもう目切りだけでも何年か来られてますよね。もう何よりも勉強になりますのでもう本読むよりもここ来た方が100いっぱい本よりも絶対やった方がいい。やっぱね実践いろいろなタイプするとね結構こう全然ちゃいます。で横で僕が結構ずっとベラベラ喋ってますんで、邪魔なんか効果あるのか分からない。いや全然ちゃいます。その何が正しいかが分からへんからでいろいろ指摘していただいた方が反対に家帰って盆栽の目切りだってそんな要素目切りできへんから、ここで修行してからやった方が絶対そうです。目切り本当難しいんで、結構本に書いてあるのってこれぐらいの時期に新芽を切ってください、で残った古葉は何枚にしてくださいぐらいで終わりなんですよ。でいざその実物を目の前にしたらそれだけではいまいちこうピンとこなかったり、細かい何か悩み事みたいなのがやっぱ発生するんですよね、実物見るとね。これもうじゃあ葉っぱをいいともうパッと見てないです。早かったですね。たまたま少ないとこやったと思う。でシャシャシャっとね、もうこれも無理に綺麗に切り揃えるっていうよりかはもう葉っぱに余分な栄養を生かさないプラス、その新芽の方に芽が出る場所に日当たりを良くするっていうのが僕の狙いだったり、あとうち数がたくさんあるんでこの作業切る作業しとくと秋冬に結構便利なんですね。古葉取りしやすいんですね。そうか。はい。そうです。そんな感じ。そうですね。そんな感じで。こんな感じか。はい。こんな感じ。だいぶコンパクトなんだな。こういうの続けていったらすっきりしてきます。これも1ヶ月ぐらいしたらさっきみたいに2つ目が1ヶ月もせんでも多分2週間ぐらいでちっちゃいね、最初は本当ごまみたいなタイプ、赤ちゃんのような芽が出てきて、それがちょっとずつなんだろう葉っぱ的なものも出てきてっていう。で増えすぎたらどっかで芽ごと取っちゃうとかそういう。そうですね。その芽取るんだったらその秋ぐらい芽かきっていう作業をするかしないか、古葉取りの時ぐらいまでね置いとってもいいんですけどね、10月の後半とか
変に芽かきをしようとして、いるやつまで一緒に事故ってこうポロッと落ちるっていうのもね残念なんで。そっか、こう触ってたらここ取りたいのに隣が取りたいとか、でここ取ってる時に手がこっちのに当たってここにポロッとかね、こっちね、ここで落とさんでも作業中にねなんで無理してそのよっぽど丁寧に時間有り余っとる人だったらいいんですけど、そうでもない人はもう10月末ぐらいまではほっとった方が無難です。それよりかはちゃんと新芽が出るように元気な盆栽にしていく方が大事ですね。なるほどなるほど。とまあこんな感じでちょいちょいねこの時期皆さん僕呼びかけてるんです。目切りもし来れる方技術教えますんで手伝ってくださいみたいな、はい、こんな感じでやってますんで、もしこれご覧になられてる方もね6月ぐらいに北谷のとこ行ってやろうかなって思ったらいつでもお待ちしてますんで、はい、じゃあ河野さんもありがとうございました。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。最後の挨拶を盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。ありがとうございます。